皆さんこんにちは。モアエデュケーションのまきです。今日は現役のイギリスの大学生に来てもらってインタビューをしたいと思います。はい、じゃあまず自己紹介お願いします。ケントです。大学はダービー大学っていうところで、学部はスポーツマネージメントを取っています。はい、ケントくんはうちのオンライン家庭教師の初期の方の生徒さんで、去年の A-Level 試験そうですね、はい。でサポートさせていただいた生徒さんです。で、大学1年目がちょうど終わったタイミングで、今夏休みで帰ってきてるので、ちょっと大学生活どんな感じなのか結構高校と違うと思うので、そのあたりのお話と、あとは中学3年生から行ったのかなの夏から、はい、そうです。夏から行ってるので、イギリスの高校ボーディングスクールの生活についてとかもいろいろ聞いていきたいと思います。じゃあまず留学行ったきっかけのところから。そうですね、高校受験入る前に、どうしようかなって悩んでて、で、それで悩んでたところで英語も習えて、で、自分サッカーやってるのでサッカーもできる環境がイギリスにあったので、そこで選んでいきました。じゃあもう最初からイギリス一択みたいな感じですか？もともとはやっぱ日本の高校見てたんですけど、なんかその勉強がやっぱあんま好きじゃなかったから、勉強その受験あんませずになんか行きたいなとか思ってて、そういうオプションがあったんでそっちを取りました。じゃあ中3の夏に行ったってことは、どれくらいの時期に検討し始めたんですか？そのエージェント探しとか学校探しってどれくらい？そうですね、検討し始めたのは一応父からの提案で、僕が中学1年生の、冬ぐらいですかね、おそらくに、こういうオプションもあるよって提示してくれて、でも僕は、そこで即答で行きたいって決めました。そうなんだ。はい、それより前はもう留学とかその短期留学とかも行ったことない？ないですね。じゃあもう完全にずっと日本の学校に行ってて、はい、でそこから中1の時から考え始めて、でも中3で出発みたいな。そうですね、はい、そういう流れです。そうなんですね。夏はなんかその準備コースみたいなの行ったんですか？サマースクールみたいな。いや、行かなくて、でそのまま何もなんかやっぱ英語も勉強しようと思ってたんですけど、なかなか力入らずって感じで、もう本当に行く人は多分多少は勉強するんでしょうけど、ほぼもうゼロの状態から行ったって感じです。じゃあ絶対最初大変じゃない？特に最初の1年とか。そうですね、最初の1年はだからその学校側が設けてくれてる英語の専門コースみたいのがあって、毎日ずっともう英語尽くしみたいな感じで、語学学校みたいな形をそのあっちのボーディングスクールで行ってるみたいな状況でした、1年目は。じゃあ向こうの現地のカリキュラムの勉強もやりつつ、英語？数学だけやってたんですけど、あとはもう全部英語って感じでした。じゃあ最初の1年は本当に英語強化のためのコース入って、でそこからは GCSE？ そうですね、 GCSE だから始まる本当は年に行ったんですけど、英語ができなかったんで1年目はその英語を専門的にやって、2年目に IGCSE っていうやつを僕はやりましたね。それも同じ学校で、IGCSE のコースを本当は2年だけど、最初の1年英語やって、で1年の IGCSE コース、そうですね、行って、でまたそのまま同じ学校で A レベルに進んだっていうことですよね。そうです。GCSE って何の科目取ってました？GCSE そのもう決められてて、僕たちが選べるのはビジネススタディかジオグラフィーのどっちかで、あとはコンバインドサイエンスとマスマティックス、あとイングリッシュと、その3つが必須科目で、ビジネススタディかジオグラフィーが選べてみたいな感じでした。でビジネス僕取りました。なるほどね。1年のコースだからもう結構厳選されてて、じゃあ A レベルは何の科目取りました？僕はその大学に向けて自分が何やりたいかっていうよりかは、なんか自分が好きな科目を取ったって感じで、1年目はビジネススタディ取って、ジャパニーズと
あとフィジックスで、あとエコノミクスも取って、でその4教科で進めてたんですけど、最終学年に上がる時にエコノミクスはやめました。エコノミクスやめたのははいちょっと一番難しかったとかそういう。まあ難しいっていうのも一つの理由で、もう一つはやっぱそのビジネススタディとやっぱ似てて、ああ確かに。で大学がなんか2つ取ってても、まあ、どっちかでいいみたいな感じだったんで、ならそのビジネススタディの方が好きだったんでビジネススタディにしようって決めましたね。確かにビジネスとイコンはなんかどっちかを取ってる人が多いイメージ、そう A レベルは1年目はだいたい4科目取って2年目に1科目ドロップして3科目取る人が多くて、まあ、大学そのコースとかによって4科目取り続けた方がいいとかもあるんですけど、まあ、私も3科目にしてました、でも私完全にもう理系で、サイエンスとマスしか取ってなかったんですけど、そのビジネススタディーとエコノミクスの違いってなんか。そうですね。ビジネススタディーはどっちかっていうとマネージメント部門であったりとか、あともう一つファイナンシャルだったり、まあ、そういうのをより細かくやっていくんですけど、エコノミクスはなんて言うんだろう、経済なんで、まあなんかそのマネージメントとかファイナンシャルの部分ってよりかは、どうこの世界が経済回っているかみたいな。なんかもっとテオリーみたいな。僕たち1年目はなんかもうミクロとマクロで、まあその大雑把に習うみたいな感じだったんで。なるほどね。確かにちょっとビジネスの方が面白そうかも。じゃあ学校のその授業の感じも教えてもらいたくて。そうですね。僕たちやっぱボーディングスクールは、結構人もそのイギリス人だけじゃなくて、いろんな国からの子も多かったんで、まあ、そういう中で授業するっていうのは結構やっぱ面白くて、いろんなやっぱ文化をバックグラウンドに持ってきてる人が多いから、まあなんて言うんだろう、授業態度っていうか、まあノート書かないとか、もしくはなんかずっとパソコンいじってるのかとか、まあなんかそういう違いがやっぱあるので、まあ授業中はなんて言うんだろう、発言もうどんどんしていく子も結構多かったなって感じですね、日本と違って。あと日本よりもだいぶ人数も少ないですよね。そうですね、もうなんか 10人絶対切ってるぐらい、その自分がやりたいやっぱ教科を選ぶから、その決まったクラスがないから、毎回その科目によって変わっていくっていうクラスメイトが、確かに担任制とかじゃなくて、完全に科目ごとに分かれてるって。授業はパソコン持ってっていい？デジタルの授業？コロナ前は僕がちょうど行った時はまだみんなそこまで使ってるわけでもなくて、まあでも A レベルの子たちは使ってたって感じで、でもまあ GCSE の子たちは使ってなかったけど、その後にコロナの後はもうみんな学校全体で使うっていう感じになって。でボーディングスクールの私が思う魅力の一つとして、やっぱ敷地が大きいじゃないですか。でいろんな施設があっていろんなアクティビティができると思うんですけど、で私はまあ、スポーツも音楽も好きだったので、ピアノだったり、あといろんなアクティビティサイクリングとか、クロスカントリーとか、あとダイビングとかも、あとシューティングとかいろいろあってそれをやってたんですけど、なんか学校でやってたアクティビティありますか？個人的には、まあ、主にサッカー、まあ、バカフットボールがメインで、まあアクティビティやる時間って言ったらまあ土曜日とかだったので、まあ、土曜日は、まあ、A レベルの時はあんまりやってなかったですけど、土曜日はフットボールが終わってから友達とサイクリング行ったりとか、まあ、あとなんかいろいろその週によって全然毎回アクティビティが違うんですけど、まあ、なんかそういうのを学校側が催してくれてたから、それに参加するみたいな感じでしたね。楽しそう。サイクリングは学校の周りをなんかいやなんかサイクリングはその学校、僕が最後の年ぐらいは学校がなんか自転車を貸し出して、沿岸沿いなんで沿岸沿いをなんかみんなで走るみたいな感じだったんですけど、僕がやってた時はもう山みたいなところ行ってマウンテンバイクみんなで乗るみたいな。楽しそう。そんなのなかった私のいいですね。
サッカーはあれですか、一年中やっはい。てました？そうですね。一年中9月から始まって、でも終わるのはまあ4月とか、大会が最後の大会4月、あと5月の頭ぐらいまでって感じですね。あ、そっか、サッカーはそっか。なんかウィンタースポーツとサマースポーツってなんか分かれてるあれありますよね。分かれてました？僕たちのところはいやあんまなかったかな。でもフッボーとかラグビーは一年中やってた。一年中、はい。多分テニスとかはサマースポーツみたいな感じで、はい、そのピッチの使い方が季うん節によってなんかどっちのスポーツ優先みたいなのあった気がします。ずっとケント君サッカーをやってたと思うんですけど、その学校選びのところもじゃあサッカーがいっぱいできるところみたいな。そうですね。まあイギリスはやっぱサッカーが盛んで、多分おそらく何個かボーディングスクールでもやっぱサッカーに力入れてるところはあると思うんですけど、その中でいいところ、自分がいいなっていうのを選んだ感じですね。なるほど。ボーディングスクール A レベルのところまではこんな感じで、はい、でまたこの先の話でちょっと家庭教師がどんな感じだったのかとか聞かせてもらうんですけど、じゃあ今度大学受験、イギリスの大学受験についてちょっと聞かせてほしくて、もう日本と全然システム違いますよね。違いますね。そう違うから、しかもちゃんと逆算っていうか事前に A レベルの科目選ぶ時点からやっぱ考えたりとかしないといけない。ケント君は自分の好きな科目でそれでも全然いいと思うんですけど、大学の選び方ってどうやって選んだんですか？そうですね。僕は大学受験、その大学選びとしてまず自分がどういうコースをしたいかっていうの、まずやっぱ決めることから始まって、で最終的に自分がたどり着いたのがスポーツマネジメントっていう、その大学によってはスポーツマネジメントのサイエンスみたいなとかあったりとか、そのなんか混ざってるやつとかもあるんですけど、とりあえずスポーツマネジメントで、UCAS を使って検索かけて、で引っかかったところはとりあえず全部その概要を見るみたいな、それで結局どこが自分に一番合うかなっていうのを見て決めたっていう感じですね、大学は。なんかすごいいいユーカスの使い方してる気がする。なんか私そういう使い方してなくて、ちょっと別の動画でユーカスのことも話してる動画があって、そうユーカスって、コース、自分のそのイントレステのコースとか入れると、そのコースがある大学一覧が出てきて、でも概要とかも全部その見れるので、多分その個別で大学のページ見て探してより、効率もいいしすごい探しやすいかなって思うので、すごいいい使い方してると思います。じゃああれですね、大学からその選んだっていうよりは、先にコースどこ行きたいか選んで、そうですね、はい、そこからそれがある大学選んだっていうことで、スポーツマネジメントやってる大学の中で何個か多分ピックアップしたと思うんですけど、その中でもダービーが一番行きたいっていう理由って何かありますか？やっぱ一番大きかったのは地元のクラブ、フットボールクラブとつながってて、でそこで1年目からプレースメントがあるよっていうのが大きくて、自分もやっぱ実践してみたいなっていうのがあったんで、やっぱ勉強よりかはそっちを重視して見てたって感じで、他にもやっぱそのラグビークラブだったりとかとパートナーシップ組んでみたいな中にはあるんですけど、でもやっぱダービーが一番自分に合ってるかなっていうので、めちゃくちゃちゃんと調べてますね。大学アプライする前になんかオープンデーとか行きました？オープンデーではないんですけど、僕のもともと学校にいた友達がそのダービーにいたので、その子に会いに行って、で一緒に大学の中見るみたいな感じ。じゃあ雰囲気とかもそこでそうですね、ちゃんと見れて。ユーカスのそういう調べるのって、いつぐらいの時期から始めました？そうですね、ユーキャスまず学校側から必要だから入れろって言われたのが、最後の年のその前の年に言われて入れてみて、でそれで探してたって感じで、だから1年前からって感じですね、僕の場合は。大学に入る1年前に、ユーカスのアプリケーション始まるじゃないですか、それの前の夏ぐらいですか？そうですね、
から、A レベルの1年目、イヤー12の、最後らへんみたいな、はい、そうですね。そこから始まってで、なんかやっぱ僕はやりたいことじゃないと多分続かないなっていうのがあったんで、とにかく自分が好きなとりあえずコースを見つけるっていうのから始めました。いや、それめちゃくちゃ大事だと思います。イギリスの大学ってもう1年目からそのコースのことしか勉強してないので、そういうなんか好きなことを、分かってたらすごいいい学ぶ国だと思ってて、日本とか多分アメリカとかだと一般教養課程みたいな1年目にあるので、それよりかは私の場合ももうやりたいことが決まってたので、その3年でギュッと専攻だけやるイギリスが合ってたかなって思います。でその夏頃からいろいろ探し始めて、ユーカスですごい大事なのがパーソナルステートメントを書くと思うんですけど、それの準備ってどんなことをしましたか？これ僕はあんまなんか特にしたこととかはないんですけど、でも今まで自分がスポーツやってきて、で大学のコースもスポーツに関連してるから、なんかその自分が今までそのスポーツを通じて経験してきたこと、またはなんか、もし自分が例えばなんかチームのキャプテンとかリーダーとして引っ張ってきたなら、そういうことも書くといいと思うし、個人的にはそのスポーツを通じて何を学んだかっていうのを多く書いたって感じですね。そうね、確かにキャプテンとかやってたらそのリーダーシップのこととか書くと結構いいですし、ケント君の場合はもうその大学の学部が今までやってたことに関連することだったので、エクストラでなんかやるっていうことも特に必要なかったパターンなんですけど、じゃあ夏とかの間も特にそのわざわざなんかワークエクスペリエンスとかでもうやってない感じですね。じゃあもうサッカーだけでってことですね。流れとしてイギリスの大学受験は、9月10月あたりにユーカス申請して、でそこからオファーをもらうんですよね。オファーをもらってだいたい12月1月ぐらいかな、オファーが出て、でオファーっていうのは条件付き合格みたいな、その A レベルか、IB 取ってる人は IB とかでどれくらいのグレード取ったら合格しますよっていうオファーが出るんですけど、流れ的にはじゃあユーカス出してオファーをもらって、今度その年始から春ぐらいにかけて A レベルに専念するっていう時期になると思うんですけど、で A レベルの試験は4月から6月の期間で行われるので、本当にもうラストスパートでその2年間の集大成みたいな感じで統一試験が行われるんですけど、その最後の A レベル試験に向けてはなんか準備とか。そうですね、1月に僕たちの学校は模擬試験みたいなのがあって、それでフィジックスの点数が悪かったから、それでじゃあ2月から家庭教師つけて、で始めたっていう感じですね。なるほどね、ちゃんとその模擬試験があって、でそこで頑張んないとってなって。そうですね。うちに指導依頼してもらったのが結構 A レベル試験の 2,3 ヶ月前ぐらいだったので、で割と結構グレード上げなきゃいけなかったので、ちょっと早急に担当の先生つけさせてもらって、その後直接ケント君から聞いてないんですけど、ガーディアンの方とかあとお母様から聞いた話だと、もっと早くつければよかったって言ってくれてたみたいで。そうですね、やっぱ英語だとどうしても多分日本人ってあるあるだと思うんですけど、なんていうの、細部のその日本語と英語の食い違いみたいのがあって、多分理解完全にはしきれてない部分っていうのが、多分どの教科でも出てくると思うんで、いやそこをやっぱ日本語でやっぱ聞くと理解しやすかったんで、それでもう少し早くからつけてたら、もしかしたら理解度も深まってたんじゃないかなっていうあれですね。じゃあ今までそれより前はなんか家庭教師とかつけてたことあります？いや、家庭教師とかは特につけてなくて、まだ自分でなんか勉強してって感じで、でもそれがちょうどやっぱ A レベルの試験前の試験で、今までは別にいけるかなぐらいまでだったんですけど、これはやばいなってなって、そこで焦ってつけたっていう。なるほどなるほど。先生との授業は英語日本語ミックスみたいな感じ？そうですね、単語とか
まあやることは全部英語で、自分がわからないところは質問して、そこを日本語であれ教えてもらうっていう。だから自分が言わなきゃ、まあ、相手も分かっても分かんないから、まあ、そこは自分がここ分からないですっていうのを素直に伝えて、でそこは日本語で理解してもらう、教えてもらって理解するっていう形。なるほどなるほど。確かにうちの生徒さん、まあ、今のところ先生たちみんな日本人の海外の大学で勉強してる先生なのでどっちも喋れるんですけど、やっぱりそういうどうしても日本人だからイギリスとかにいる歴が長くても、日本人の方がまあ安心するとかだったり、あとその説明のところだけ、まあ、日本語でみたいなの方が助かるっていう人はたくさんいて、あとケント君みたいに多分ちゃんと自分がわからないところをここがわかんないです説明してくださいって言ってくれると先生もすごい助かって説明できるので、多分そういうのもちゃんとやってくれたおかげであんな短期間でちゃんとグレードも上がって、で無事そのオファーも満たせて大学に入れたっていうことなので、すごい改めておめでとうございます。はい、ここまで勉強のこととか今までのことを話してきたんですけど、実際大学生活どうなのかちょっと教えてほしいです。そうですね、僕がやってるコースにいる子たちは、まあ、大体みんなそのスポーツ関係の仕事に就きたいっていう子が多くて、で、まあ、だからなんかマネージメントのことを僕たちのコースはよくその講義とかでやるんですけど、講義の回数自体は他のコースに比べて少なくて、でもなんかその代わりにその学校と提携してる、まあ、クラブみたいのがあって、そこでワークプレイスメントが2週間に1回1年生の時あって、で2年生とか3年生になるとなんか自分たちでよりマネージメントするようになってくるっていう、よりなんか実践的な感じですね、僕のコースは。めちゃくちゃいいですね。なんかもう1年目からそんなペースで。そうですね、はい。具体的にマネージメントするってどういうことをやるんですか？例えばマラソンのイベントを自分たちで、もともとそのクラブがやってるんですけど、それをまあ僕たちが、全部ではないですけど、生徒数でなんかマネージメントできるぐらいの規模を僕たちが担当してやるみたいな。またあとそのフットボールの試合の時に、その区画を決めて、ここは担当がいるから、ここは自分たちでじゃあお客さんとあれして、ここはじゃあ自分たちでマネージメントしてねとか、いろいろそういうのがある感じですね。楽しそう。楽しいですか？1年目はなんか実際にそういう表に出てってよりかは、その組織内に入って、まあ、どんなことをやってるかっていうのを学ぶ機会が多かったんで、まあ、僕的にはまあ1年目はまあそこそこって感じだったんですけど、2年目は面白くなるかなっていうイメージです。またやることが若干変わる？はい、そうですね。大体のその1週間のスケジュールっていうとどんな感じで動いてるんですか？平日5日のうち3日授業があって、で2日はもう何もなくて、そこは自分で勉強しろって言われてるけど、まあ、大体の子は多分せずに、まあ、なんか自分の部屋で過ごすか、まあ、運動するかとか、外に出るかとか感じだと思うんですけど、授業は一コマ一コマ結構長くて、僕たちのところ、で一コマ一コマが長いから、その1日にその何個もその講義があるわけじゃないけど 2,3 個あったって感じですね。1日に 2,3 個まあ多くて3個で、平均的に言うと2個かなって感じですね。が週3回か。はい。それ1コマは何時間ぐらい？3時間のもあったりとか。長いね。長いです。まあ2時間のもあるみたいな、3時間か2時間みたいな感じでした、僕たちは。そうなんだ。でもずっともう聞いてるレクチャーを？まあレクチャーが1時間ぐらいごとで、まあ、休憩が入るんであれですけど、まあ、3時間聞くってよりかは僕たちその話し合ったりディスカッションしたりとか、意見の交換とかが多かったんで、まあ、必ず自分が喋る機会がやってくるって感じで。そうなんだ。じゃあ結構クラスサイズも小さい？小さいですね。やっぱそのコース自体が多分ニッチだから人も少なくて、でまあその代わりでも発言はよくできるっていう環境ですね。
あ、いいね。何人ぐらい？全員で本当に30人とか。あ、そうなんだ、はい、結構コンパクト。でもまあやっぱ来る人はその3分の2ぐらいなんで、あ、そっかそっか。まあ20人ぐらいが、まあ、いつもクラスにいるっていうイメージ。その出席とかは取られない？まあ自分たち学生証みたいのがあって、それをかざしてスキャンする。それでなんかその来てなかったらなんかペナルティみたいな。その僕たちまあもちろん講師によるんですけど、まあある人は出席ポイントみたいなのがあって、それが自分のグレードに影響する。グレードのうち、まあ、100% のうち 10% がその出席のポイントみたいなので、まあだから毎回必ず出席すれば、10% はまあ取れますよっていう。なるほどね。はい、そういう。それはその先生によっても違うのか。違いますね。はい。でその全体でのレクチャーとは別になんかそのチューターグループみたいな分かれてたりします？まだ1年目はないか？いやもうなんか多分僕たちのそのコースは本当に人が少ないから、多分チューター別に分かれるとかはないと思います。そうなんだ。でそのさっきプレイスメントって言ったっけ？はいはい。実際に実践でやるやつはそのレクチャーとはまた別で？別ですね。で一つの授業みたいな代わりとしてそこに行くみたいな感じであった感じですね。講義の代わりにプレイスメントの日はプレイスメント、ダービー大学の周りのなんか施設とかに。そうですね。まあダービー大学のそのダービーっていう街にフットボールクラブがあるから、そこに行って、まあ、コマーシャル部門だったりとか、まあ、あとはコミュニティとか、まあ、4つぐらいあったんですけど、そこに、まあ、毎回違うところに行くみたいな感じで。なるほどね。面白い。なんか私が全く違う学部だったんで、全然なんかそんな感じなんだみたいな、聞いてて楽しそうで、なんか私はでもバイオメディコルサイエンスっていう、まあ、医学系のやってたんで、多分それのラボ、実験の部分がプレイスメントみたいなイメージですよね。でもなんかラボはやってて、まあ、多分研究者になる人だったらそのままそのキャリアに生かせると思うんですけど、なんかあんまりそれをキャリアにしようともあんまり思ってなかったのであれなんですけど、なんかつながってるみたいな感じが正直自分自身なくて、でもケント君の聞いてると、仕事にしたいし実践にできてるから、なんかすごい良さそうと思う。そうですね。大学の中でも、クラブとかアクティビティーとかあると思うんですけど、フッポー以外でなんか参加してるものとかありますか？そうですね。まあ時々そのインターナショナル生だけの、まあ、アクティビティ、まあそういうまずコミュニティがあって、まあそれに行くみたいな感じですかね。だからみんなでインターナショナル生だけでなんかボードゲームしたりとか、まあ、普通に喋るだけの時もありますし、まあみんなでなんかボーリングしに行くとか、そういう感じですね。そうなんかインターナショナルソサエティみたいな感じ。そうですね。ジャパニーズソサエティはある？いや、多分ないと思います。少なすぎるのか、日本人が。そうなんだ。同じ学年にいる？いや、僕本当になんか日本人いるかどうかわかんないレベルって感じですね。そこはもう本当に。もうあれか、もうイギリス長いから別になんかそこ。まあなんていうの、まあ別に僕日本人ともちろん関わりたいっていうのはあるけど、まあなんかいなくてももちろん問題はないかなって感じです。でもいいね、馴染んでて。私ロンドン大学だったので、めちゃくちゃイベント多分多い方だと思ったんですけど、インペリオの中でもあるし、ユニバーシティ・オブ・ロンドンのその集まりでもあるし、あとなんかロンドンはアバカスとか聞いたことあります？あります。アバカスっていうなんかアジア系の留学生の、コミュニティみたいなのあって、それ主催のなんかハロウィンイベントとかボートパーティーとかいろいろあるんですけど、なんかそういう近隣の大学とかとの合同とかあるんですか？いや、あんまほぼないですね。本当にもうなんか自分たちだけで完結してるみたいな感じなんで。そうなんだ。ダービー自体は結構そもそもその全体の規模も割と小さめ？まあそうですね。まあ他のマンチェスターとかロンドン、まあ、ノッティンガムとかバーミンガム、まあそういう
まあ、大きいところに比べたらうんかなり小さいかなと思います。大学での、はい、その住むところああ、でダービーも1年目は寮でその先はなんかおそらくダービー2年目も寮は入れて、うんうんうんでまあその寮はだいたい1年目の子と2年目の子で結構分かれてて、へえであんまり多分一緒になることなくて、で僕は1年目は5人全員、フラットに5人で、まあ生活してたって感じですね。それが寮寮みたいな感じ。寮でその5人用のフラットみたいなのがあるんだ。そうですね。まあ大体フラット、まあ、6人とか5人とかで決まってて、でまあ僕は5人で。それはまあ、ベッドルームが個人用にはあって。あ、そうですね。だから、シャワーとベッドがその一人一人あって、キッチンだけ共有みたいな。あ、シャワーもオンスイートなんだ。はい。それはめちゃくちゃいいね。でもなんか僕が聞いた話だと、その中国人とかはなんかそういう学校が提供してる寮じゃなくて、まあスチューデントの用のそのなんていうの、アパートメントみたいなのがあるんで、なんかそこにみんなで固まってるみたいな話で聞きました。でもそういうの最近あって、ロンドンでもなんかすごいなんかラグジュアリーな、でもありえないぐらい高い、はい、まあ主にそういう中国系の、はい、その富裕層ターゲットっていうか寮があって、でインターナショナルスチューデント用のそこで固まるなんかレジデンスみたいなのがあって、でなんか朝食も出るし、なんかいろいろサービスアパートメントみたいな感じでも、まあ、個人的にはもうちょっとなんかいろんな人と関わった方がまあ楽しいっていうか、その学生生活してるみたいな感じするんで、私のとこはでも大体みんな一人部屋、はい、ほとんど2人部屋あったかな。でもほぼ一人部屋でオンスイートもあるし、そのトイレだけ共用のところもあるし、みたいな感じで、で、まあ、2年目からは多分ほとんどのロンドンの大学は寮にも住めないんで、友達とフラットシェアする、3人とかでシェアするみたいな形になるんですけど、でもなんかそういうもう1年目からフラットシェアしてたら、まあ多分それがずっと続くみたいな感じ。そうですね。でもなんか、まあ、フラットメイトの子たちもまた別の、その友達仲いいグループができたら、そっちとなんか次の年は住むみたいな決めてたりするから、まあ確実にその1年目のフラットの子たちと一緒に次またなるってわけじゃないけど、まあ多分そういうのも結構ありますね。じゃあ大体まあ1年更新っていうか。そうですね。はい。なるほどね。ちなみに一番仲いい人ってそのフラットメイトですか、それともなんかコースメイトとか。いや、僕はやっぱそのサッカー一緒に練習する子がいるんですけど、その子が一番仲良くて、でまあその次にフラットの子たちかなっていう感じですね。まああと2年で卒業だと思うんですけど、その先のなんかプランとか何したいかとかもう決まってたりしますか？まあそうですね。自分がそのスポーツやってた立場なので、まあ、それをまあ逆に言うとなんか、まあ、コーチだったりクラブの運営側だったりとか、まあ、そっち側に回って、まあ、若いスポーツ選手を育てたいなっていうのはありますね。それは、日本に帰ってきて、それともイギリス？僕はとりあえずイギリスでやりたいなと思ってるんですけど、まあ、でも自分が育ったのは日本なんで、日本人の子たちも、まあ、どっちかっていうと日本人の子たちをもしあれするならより海外に行きやすい環境を作りたいなっていうのはあります。なるほど。でもどっちも絶対できそうですよね。まあそうですね。やっぱ、本当に英語使えると幅が広がるんで、本当にまあ本当にいいと思う。本当にそうなんですよ。夏休み中は何かするみたいなの決めてるんですか？いや特には僕はなくて、まあなんかいろいろバイトっていうか日本のスポーツ関係のなんか仕事もあれしてみたいなとかある感じで、まあ、それを探してみたいなっていうのは。でも絶対なんか
みんな来てほしいと思う。なんかはいね、本場っていうかその向こうのそうです。マネジメントとかやってる人だと結構日本側のなんか団体も学ぶこと多分いっぱいあると思うし、でも担当してくれた先生はい。はなんかすごい本当に勉強好きな先生だから、で医学部の先生だったから夏休み中は日本の大学の研究室の人に直接多分話して、はい、そう夏休み中ずっとなんか研究してるみたいな感じもしてて、でその教授もやっぱり海外の医学部のやってる人と意見交換できるからみたいな、やってたんで、なんかすごいいいと思う。日本帰ってきてる間もなんかサッカーチームとかなんかあるんですか？いや、日本にいる時は特になくて、自分で練習したりジム行ったりって感じで、そこは、日本ではもうなんか中学の時から行っちゃってるんでなかなかなんかコネクションがないっていうか。確かに9月ですよね、始まる。そうです。いや、もし2年目はなんかもしかしたら10月ぐらいかなとか、多分でも始まるのは9月の本当に下旬の方だと思うから。下旬か。だから6、7、8、9、4ヶ月ぐらい休みある。なんか多分イギリス特有なのかもしれないですけど、結構休みは多いと思います。休みめっちゃ多い。だってね、4回夏休みだけで年の3分の1休みでクリスマスとイースターホリデーもあるから3分の1以上休みみたいな。あとボーディングスクールの時はハーフタームとかハーフタームもあってさらにその長期休暇の間になんかハーフタームっていうのがあるんで、いろいろお話聞けたんで、最後にこれから留学される人とか、あとまだちょっと考えてる人だったり、あとは普通の留学だけじゃなくてそのサッカーとか、そういうスポーツ留学とか考えてる方にもしかしたらいると思うんで、なんかメッセージあったらお願いします。そうですね、まず、一個すごい自分的に変わるなっていうのはその世界観が本当に広がるんで、なんかいろんな人と関わり合えて、でいろんな文化も触れてみて、自分たちがどんな生活をしてるかっていうのを改めて考えることができると思うんで、やっぱ行ってみるのは本当にいいことだと思います。でも自分がもし本当に合わないなと思ったら帰ってくるのも一つの手だし、でも行くに越したことはないんで、とりあえず英語ができなくても本当にコミュニケーション取ろうと思えば取れるんで、行ってみてほしいなと思います。特にスポーツとかなんかやってると簡単にコミュニケーション。そうですね、やっぱその共通で好きなものがあったりとかすると、やっぱよりすぐ仲良くなれたりすると思うんで、その共通項を見つけるのもいいかなと思います。じゃあいろいろ聞かせてくれてありがとうございました。ありがとうございました。